ムー大陸と中木定一と竹内文書と小矢部善一郎とキリストの墓。中木定一は劇作家で、息子の中木茂雄はテレビドラマの怪奇大作戦の監督として有名です。さて、前回は1930年昭和5年に出版されたカルト本の古典、酒井勝時の神代筆百話の紹介をしましたが、日本でこの本が出版された翌年、1931年昭和6年には、アメリカでカルト本の古典、ジェームズ・チャーチワードのザ・ロスト・コンティネント・オブ・ムー、失われたムー大陸とザ・チルドレン・オブ・ムー、ムーの子供たちが出版されています。そしてチャーチワードのこれらの本が出版された11年後、1942年昭和17年には劇作家の中木定一がザ・ロスト・コンティネント・オブ・ムー、失われたムー大陸とザ・チルドレン・オブ・ムー、ムーの子供たちを合わせた小訳を南洋諸島の古代文化という書名で出版しています。今回はその中木定一の南洋諸島の古代文化について批判を交えながら紹介してみたいと思います。この本を読むと、訳文の途中で中木定一自身の感想として竹内文書の記述を当然のようにチャーチワードの主張の補足として使用しています。背景の年代を整理しますね。1910年明治43年、竹内文書の所持者竹内清麿が天津教の開祖になる。1928年昭和3年、危機に登場する不老長寿な竹内宿根、その子孫に伝えられたという甚大の記録、竹内文書を竹内清麿が公開する。1929年昭和4年、酒井勝時が天津教の高祖皇太神宮に赴き、竹内清麿の所持する竹内文書を閲覧。酒井勝時はそこでモーセの実戒石も発見し、3000年間日本に秘蔵せられたるモーセの裏実戒を出版。1930年昭和5年、酒井勝時の竹内文書紹介本神代筆百話を出版。この年から天津教弾圧が始まる。1931年昭和6年、アメリカでチャーチワードのザ・ロスト・コンティネント・オブ・ムー、失われたムー大陸とザ・チルドレン・オブ・ムー、ムーの子供たちが出版される。1935年昭和10年、竹内清麿が青森県でキリストの墓を発見。1942年昭和17年、劇作家として成功していた中木定一、当時55歳がジェームス・チャーチワードの著書の翻訳、南洋諸島の古代文化を出版。それでは太平洋戦争の最中に出版された南洋諸島の古代文化中の中木定一が竹内文書に言及した部分を抜粋してみましょう。まず中木定一の書いた書言前書きから。この書は米国の陸軍大佐ジェームス・チャーチワードのザ・ロスト・コンティネント・オブ・ムー、ザ・チルドレン・オブ・ムー1931の小訳である。なおこの他に同著者はザ・セークレット・シンボル・オブ・ムーという本をも出しているが、共に皆今から約1万2000年以前に太平洋中に陥没したムー大陸に関する50年間にわたる研究調査を発表したものである。中略、この大陸は1万2000年の以前に陥没しても、その残骸である南洋諸島はこたび新たに大東亜共栄圏の傘下に属して我が日本帝国の指導を仰ぐという意味において、そのかつての母体であったムー大陸に関する研究はますます我々に必要となってきたのである。中略、我が近代において米国はヒナタエピロス、ヒューケーピロスと称し、ムー大陸はミヨイ国およびタミアライ国と称して、いずれも我が神々の統治下にあった国々なのである。
八甲一遊の近江心をもってそれらの民草を愛撫なされた名残が今日に伝わっていると見てよかろう。日向エピロス、日受エピロスというのは、前回私が書いた酒井勝時の神代飛士百話のアメリカに関するところで出てきましたね。御代国及び民洗国も同書中に登場しますが、前回の文脈では必要ないので触れませんでした。エピロスも御代民洗も竹内文書に独特のもので、危機には登場しません。それを当然の日本神話のように持ち出してくる中木定一は、かなりの竹内文書の浸水者だったのではないでしょうか。同じく中木定一の書いた書言前書きから原初釈乱の便宜を与えられた大西翼産会調査部長藤沢親夫氏のご厚意を深く感謝する。竹内文書を公開する天津教は、1930年昭和5年以降、詐欺罪や不敬罪で数度の弾圧を受けていることを考えると、大西翼産会とつながりがあるのは少し面白いですね。戦時中で大西翼産会調査部長の便宜で翻訳した本なのに、竹内文書の内容を持ち出しているにもかかわらず、検閲を通るところが、本文中の中木定一による補足部分から。中、日本の古記録には北米を日向エピルス、南米を日受エピルスと称して日本と種々深い関係のあったことが記されてある。この日本の古記録とは竹内文書のことです。同じく本文中の中木定一による補足部分から。なおキリストがインドに赴いたということは、1910年頃にロシアの一学者がインドの孤児院においてキリストの肖像とキリストの書き記した文字、日本古代の龍文字を発見したのを機会に種々調査を行って、これを自国において発表しようとしてニコライ教主の怒りに触れ、仏国に亡命してフランス語をもって残されたるキリストという書物を発表している。さらにまたキリストがチベットに滞在中、日本に来庁して数年間神道を研究したこと、その後ゴルゴタの丘の十字架を逃れて再び日本に来庁、100余歳まで治療に従事して青森県五戸在に死去。今日そこに墓があり、子孫の沢口家がそこに現存することはあまりにも有名な事実である。役者吹き。1935年昭和10年、酒井勝時の招きで青森県平井村を訪れた竹内清麿は、その村にあった塚を眺め、これこそまさに竹内文書に記されたイスキリス・クリスマス福の神の墓であるとして、村長にイスキリス・クリスマス福の神はイエス・キリストのことであるから、これを祀るようにと伝えました。これを村人たちが鵜呑みにしたのが始まりです。中木定一が1939年昭和14年に出版したキリストは日本人なり、その遺跡を探るもついでに紹介しておきます。突然外国の新聞記事。昨昭和13年11月22日のニューヨーク新聞紙上には驚くべき記事が載っていた。それはイエス・キリストが日本に来て日本で死んだ、その墓は青森県の片田舎にあると言って、その墓の写真までも添えてあったことだ。ところでこの米国新聞の記事は一ニューヨーク紙のみではなく、全米にわたりあらゆる新聞に載せられてあるといったそうである。さらに種々調べてみると、それより以前に日本の主なる新聞の地方版や雑誌等にもそのことが載せられてあったのだというし、山根菊子女子はキリスト渡来説ばかりでなく、モーゼも釈迦も皆日本に来て、そして日本で死んだのだということを記した特別の著書、光は東方よりというものまでも表してあるということを後になって知った次第である。中略。できうべくんばこれを映画に収めてあまねく世間に知らせたいと思った次第である。こうして中木定一は
青森県のキリストの墓のある村まで行くと、まんじゅう型の土が2つ丸く膨らんでいるところに案内されます。そのうちの一つがイスキリスクリスマス福の神、つまりイエスの墓で、他の一つがイエスの弟のイスキリの墓だったといいます。イスキリの名は聖書にも聖書関連のどんな書物にも登場せず、この名が登場するのはただ竹内文書のみです。そして2つの塚の間に小さな土まんじゅうが1つ座っているが、それは何の塚だかわからない。ということです。さらにその村の近くには酒井勝時がピラミッドだと言い出した山があります。中木定一はエジプトのそれは年代において日本よりも新しいというような話も聞かされた。さらにまたピラミッドという名前はエジプト語ではなく雨、火、人を照らす天神合一を意味する純然たる日本の太古語だと聞かされたそうです。もちろんピラミッドはエジプト語ではなくてギリシア語です。スフィンクスもオベリスクもヘリオポリスもギリシア語です。この書によれば中木定一がこの村を訪れる以前に哲学博士の小谷部善一郎もここを訪れ、霊界からキリストの霊を呼び出したそうです。小谷部、あなたは日本で妻をめとりましたか。キリスト、めとりました。私が42歳の時、直由美という20歳の女をめとりました。私を非常に愛してくれました。小谷部、その女性はどういう身分の人でしたか。キリスト、決して卑しき者の娘ではありません。ある立派な家柄の家の娘でした。小谷部、日本では布教をなさいましたか。キリスト、いいえ、少しも。小谷部、卓形の時身代わりを立てたのはあなたの方から頼んだのですか。キリスト、いえ、弟が進んで身代わりとなってくれました。私には未だなすべきことがたくさんあるから何とぞ死なずにいてくれろと言って、しかし私は7日7晩泣き通しました。小谷部、子供さんがありましたか。キリスト、3人ありました。それは皆女でした。霊媒による問答は右のようであったそうである。キリストは水仁天皇の時に日本に来て八戸太郎と名乗ったそうです。小谷部善一郎はジンギスカン、源義経説で有名な人です。最後に個人的な感想を。どんなに整合性のないカルト宗教も末端の信者だと純粋で真剣な人が多いですよね。教団の上の方の人はきっと打算があると思うんですが、中には統合失調症の教祖が打算的な幹部から祭り上げられているパターンもあるかもしれません。